こちらチーン、股下はそして削れてて割と一番絞れてるところは細いです。なので足つきに考慮してるのかなという感じはするんですが、そうですね、限りなく土踏まずに近い位置の母子球がついてます。ケツのね、座りのいいとこ、ケツの座りのいいところ、ケツの座りの悪いと書いてマサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。モータージャーナリストマサです。さあ、やってまいりましたよ。レンタルバイク出たもの勝負の時間です。いやー、出たね。出たよ。乗りたかったのよね。マサチャンネルが今一番乗りたいバイク、V ストローム 250SX です。これどっかでやったなこれ。スポーツクロスオーバーなんかそんな感じのイメージだそうですよ。どこでも走れますよ的な感じのイメージだそうです。そしてね、V ストロームを乗られてる方はたくさん多いと思うんですけども、実は私 V ストロームを乗ったことがございません。V ストローム25ですよ。この前乗ったのは800です。でですね、これを乗ったらやっぱり V スト25乗らなきゃいけないなと思って、ちゃんとね来週レンタル予約しております。なのでそれを借りて、またここでねどういう用途で使ったらいいのかっていう、使い分けはどうなのかっていうのをねまたお知らせできるんじゃないかなという、楽しみでしょ。ということでね、実はね V ストたくさん乗ってる方いらっしゃると思いますけども、 V ストのあの形、25の形ね、俺あんまりかっこいいと思う。ただこれはめちゃくちゃかっこいいのよね。何が違うんだろうね、よくわかんないけど。でね、25乗んなかったっていうのはあるんですけど、まずねこの初見としてはね、意外とねコンパクトでスリムなんですよ。ただね車格は250にしたら相当大きいと思います。でなんて言ってもね、これよね、ジクサー等に使われているやっぱパワフルな揺れエンジン、スズキ伝統の揺れエンジン、非常に良きですねこれはね。この辺はねワインディング、ファーストタッチ、それから高速道路のねインプレを見ていただくと分かるんですけど、高速道路はなかなか見ものだったよ。ぜひね見ていただきたいなと思うんですが、これね V ストは250は800ミリです、シート高が。しかしみんな気になっていると思います。 SX は835ミリです。35億です。でね、835っていうともうね結構みんなビビる人が多いんじゃないかなと思うんだけど、結構ローダウン症候群の方とかもいらっしゃったりとかしてですね、足がつかないと怖いっていう方非常に多いです。僕はちなみに片足ちょんちょんつけば全然大丈夫、あんま怖くないと思う方なんですけど、皆さんの気になってる足つきチェックやってみたいと思います。そして毎回これはお伝えしなければいけません。マサチャンネル本日のスペックを紹介します。マサちゃんの動画。身長164センチ、体重58キロ、ベスト体重でございます。日頃から節制しております。
そして足つきに大きく影響すると言われております。こちらまた下はすいません、ちょっと長めの 76.5 センチとなっております。なので同じ身長ですね、僕と同じ身長の160センチ真ん中の方に比べると足がつきやすいんだなマサチャンネルはと思っといていただけたら間違いないと思います。では 835mm どんな感じか早速またがってみたいと思います。ちょっとバイクの角度を変えましょう。それではですね、早速またがっていくんですけども、しっかり座るところに向かって絞れてます。なのでこの角の部分も割と早めにこう削れてますね、台形に。なので座面はそんなに広くないです。でこれでねお尻が痛くなったかどうかはファーストタッチ総評をご覧ください。割と柔らかくもないんだな、割としっかりしてるんだなこのシート痛くなったかどうか気になりますよね。ぜひ見てください。概要欄に貼ってあります。そして削れてて割と一番絞れてるところは細いです。なので足つきに考慮してるのかなという感じはするんですが、僕の予想です。オフ車ってもっと細いシートで角がコンと立ってるじゃないですか。割と足つきを考慮した結果あの形になってて、足つきそんな気にならないんですよ僕オフ車の足つきって。これはこうなってるってことは割と足が引っかかるっていうか邪魔なので、そんなに足つき良くないんじゃないかなみたいな感じがしてます。さあまたがってみます。ちょっとねこいつがあるんでちょっと邪魔だけど、せーのよいしょ。はい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 。現在いいこう座りのいいところですね。よくねこんなとこ座って足つきいいっすねなんつってる人いますけど、ここねセパレート型のセカンドシートじゃねえやタンデムシートじゃないですか。高速巡航時はこのギリギリまで行った方が後ろねここ広いからそっちの方がいいんですよ。だからこんな前の方でね乗る人なんていないから。ケツのね座りのいいとこ、ケツの座りのいいところ、ケツの座りの悪い都会で憤りの酒を垂らせば、いいとこね座りました。でこの段階でちょうど真ん中ですね、真ん中座ってますよ。左足微妙だね、かかとまではつかないね。こんだけサイドスタンドで倒れてていいとこ真ん中に座って、まあかかとつくっちゃつくけどスッと下ろした感じだと母子球だね。傾いてて母子球ってことはこれちょっと怖いね。起こしてみます。まあね軽いんですよこれね。こうそんなにこう勢いつけなくても起きますからね。よいしょ。あーなるほどなるほどなるほど、気になりますよね。そうね、踏み替えましょうか。まず皆様に見せるためにちょっとハンドルまっすぐにして踏み替えます。さどうですかこれね。シートはね非常に滑りやすくもなく滑りづらくもなくいい感じね。で座ると触ると硬い感じがしたけど座ると割とそんな硬さは感じない。さあどうでしょう足つき。そうですね限りなく土踏まずに近い位置の母子球がついてます。母子球ってね親指のこのこっち側っていうか土踏まずの上になるんですけど、
そこですね。そこでつきます。これを足つき怖いという人は怖いと思います。僕は全然怖くないです。こんだけついてて、しかもこの軽さですよ。これはね、835ミリというね、ちょっとびっくりするような数字が出ていますけれども、軽さも相まってこんだけつけばそんなに怖いことはないと思います。安心ですね。こんだけつけば安心の塊じゃないですか。出ました。安心の塊。安心鎌足りです。両足。両足もね、ちょっとこう細かいところ行った時にパタパタしたりとかすることもあるので、両足ついてみましょうか。シャン。そうね、やっぱね、835ミリ、両足になると一気につかなくなるね。そうね、これはね、母子球つかないかな。母子球つかない。親指のここの腹の部分ですね。粘れるけどね、これでも全然。なんで、安心っていうわけじゃないけども、問題なくパタパタこうできますよというレベルでついていると思います。スタンドを払っています。スタンドはね、割と前にポンってあるから、ひげもね、ショインって出てるから、これは全然問題ないです。ただね、スタンドを出す時なんですけど、スタンドのこの設置する部分にもなんかショインって出てて、ひげもショインって出てるんですけど、ひげはね、ステップのほんとギリギリにあるんでちょっと踏みづらいです。ただスタンドの先っぽ、地面に設置するところを踏むと最後がね、届きづらいんだよね。届くっちゃ届くんだけど届きづらい。なので慣れてくれば、このショインとしてるこのひげの部分にかかとを置いてスッと出すことができると思います。じゃあライディングポジション見てみましょうか。まさちゃんの動画ではまたがってみます。先ほどもねお伝えした通り、ケツの座りのいいところですね。割とね、シート幅がこんだけしかないっていうのと、絞れてるところはここなので割と限定されると思いますね。いいところこの辺かなという感じがします。高速巡航時とかは少しやっぱ座面の広いところを使って乗ってあげるとお尻は痛くならない可能性が高いですけどね、一番いいところこの辺ですかね。でこの感じでハンドル位置どのくらいかっていうと、背筋を地面と垂直で手をまっすぐ伸ばして下ろします。ここでね、ついてる場所っていうのが親指のこのぷにょぷにょの筋肉のところ、ここが設置します。ってことは握る時にスッとなりますよね。なので肘がこう緩んでスッと乗ることができますね。なのでハンドルに寄っかかるっていうかね、こういうふうに後ろになっちゃうこともできちゃうですね。ここがねちょっとミソになるんですけど、ちょっと後で話しますね。で高速巡航時とかちょっと座面の太いところを使おうと思って少し後ろ下がるとちょうど握るところが捕まるので、ここがほぼほぼ直立の位置だと思います。なんで肘が伸びてますよね。少し緩めると本当に背骨の角度でいうと5度とかっていう前傾になるのかなっていう感じですね。ちょうどいいところに座った場合には肘がスッと緩んだ感じでちょうどド直立だと思います。なので普通で肘ポンって張って乗ってないから、ふわっと緩めた状態、脱力した状態で乗っているとちょうどね、僕の身長164センチでド直立だと思います。たださっきこれがちょっと問題なんですよねって言ったのはですね、少しこういうふうに慣れてしまう、特に僕より身長高い人、175とか180とかある人の場合、こういうふうになりやすいんだわ。こういうふうに
そうすると骨盤がこっちにこう寝ますね。そうするともう足つきこうなっちゃうんですよ。まあ今こうサイドスタンドだけどね、届かなくなっちゃう。なぜかっていうと、足がこっちに出てからこっち行くじゃないですか。やっぱりこういうバイク乗るときにお尻が痛くならないコツっていうのは、骨盤をしっかり立てておくことです。直立のバイクはですよ。直立のバイクなのにこうなってるとお尻が痛くなっちゃいます。尾てい骨直撃しちゃうんだよね。ただネイキッドとかで少し前傾のバイクとかは骨盤がちょうどこうシートと垂直の状態になった状態から少し猫背になってあげると、ハンドルに余裕ができるし、ニーグリップも使えるし、セルフステアがすごく使いやすいポジションになるから、こうやって乗るのがいいわけじゃないんですよ。少しちょっとこういう感じになるとネイキッドの場合乗りやすいんですけど、こういうふうにド直立のバイクは骨盤をしっかり立ててあげて、足がスーッと下に伸びる状況を作ってあげて、この状態で肘をスーッと緩めて直立の状態で乗ってあげると、これはね疲れづらいです。よくこういうバイクでお尻痛くなっちゃうんですよね、長い距離乗れないんですよねっていう人は、だいたいライディングポジションこうです。でこれはね、自分でこうなってると思ってないので、写真で撮ってもらうのが一番いいと思うんですけど、一番分かりやすい方法は車体を立ててもらって、後ろもうちょっとこれ高いからね足つき悪いからあれだけど、後ろじゃなくてこう前にこういうふうにこう歩っていける、前に歩っていける姿勢です。前に歩っていけるこの姿勢ですね。この状態で乗ってあげると直立になってます。なので自分の骨盤が立ってるかどうかっていうのを確認するためには、前に座った状態で歩ってみて、歩けたら OK、 歩けない方はこうなってます。直立のバイクに限ってはしっかり骨盤を立ててあげることでお尻が痛さがなくなるし、ライディングポジションも楽になります。ハンドルがねこう遠くなるんですよ。だけどこうなるとこう近くなるから肘も緩むし、非常に楽に乗れると思います。ちょっとね確認してみてください。っていう意味ではこの SX マサチャンネルの身長、もうちょっと背の高い方も含めてベストポジションだと思います。めちゃめちゃ楽。ステップの位置もこんな後ろないし、ちょうどいいし、これはめっちゃんこ楽に長距離ライディングができるんじゃないかなっていう予想がつきますね。実際ねどうだったかっていうのは、ファーストタッチ総評燃費報告の今日で300キロぐらい走るんで、それをね見ていただけると、マサチャンネルの体がどういうふうに300キロでダメージしたかっていうのを伝えているので、それをぜひ見てください。概要欄からぜひお願いします。マサちゃんの動画では取り回しをやってみます。確か170キロ台の車台なので困ることはないと思うんですけど、まずねこのハンドル切れ角が素晴らしいです。なので取り回しで困ることはないとは思いますが、まず右にハンドルを切ってサイドスタンドを払ってフルロックで、この危ね、この時にここお尻をここにくっつけておいた方が安全だと思います。離してやっても大丈夫ですけどね、ちょっと怖いんで、まずはしっかりお尻をつけた状態でいきますね。ちょっとこっちから登ってるんだけど全然軽いね。全然軽い。こんだけ軽かったら多分離してこう乗っても楽勝。今これバイクと体離れてます。楽勝。はい。ではバックも本当はこうくっつけた状態でバックした方が安全です。軽いね。これはね何の問題も起きないの確定ですね。ちなみに少しこう離れてここを持つやり方も OK だと思いますね。
こっちの方がやりやすいっていう人も多いと思います。こんな感じでね。反対側いいでしょ、もうこれ。楽勝。OK。女の子でもね、取り回せると思います。まあ、どれくらい軽いのかっていうね、ことなんですけど、結構いけんじゃねえかな。どう？うん。今どっか設置したな。ステップか。ここまで倒せちゃいます。僕の力でも。設置しちゃう。今設置するまでいった。なので、まあ僕マッチョでも何でもないですから、ここまでいけますから。なので、軽いです。車体的には。170何キロっていう数値以上に軽いと思います。今装備重量でしょ。あれ乾燥重量じゃないから、乾燥重量だと本当に130とか140とかっていうレベルだと思うんですよね。まあ今のを僕ができるってことは、取り回しもね、そんなに苦労しないでできるということだと思います。まさちゃんの動画ということで、みんな気になる V ストローム SX。これはね、相当今 V ストローム乗ってる方も気になってると思うんですよね。もうちょっとスポーティーなモデルが欲しいとか、元気なモデルが欲しいとか、オフも少し行きたいとかっていう方めっちゃ気になってると思うんですよ。その中でも一番気になってるのがこの 835mm っていう足つき性がどうなのかなっていうところだと思うんですけど、まあぶっちゃけで言うとそんな足つき良くないよ。当然です。それはオフ車ですしね、オフ車に近い部類ですし、835mm ですし、シートもオフ車ほど細くないので足つきはそんな良くないと思います。ただこれだけの軽さもありますから怖い感じはしないです。なので164センチで怖くないって言ってるんで、170センチとかある方だったら全く問題ないと思います。で160センチ、僕より5センチぐらい低い方になると、まあだんだんつま先ちょんちょんになってくるでしょうね。そうするとちょっと怖いかなという感じがしてくると思います。150センチ台の子はちょっと怖いんじゃないかな、つかないんじゃないかなと思いますね。お尻をずらしてやんないと。だったら V ストとかになってくるかなっていう感じはしますけどね。っていう感じの足つきでした。それから最初に言ったように V ストローム SX に関しては、この足つき取り回しポジションチェック、それからファーストタッチ総評燃費報告、ワインディング、高速道路と4本構成になってますので、概要欄から全て見ていただけると V ストローム SX に関してはほぼほぼわかるんではないかなと思います。そしてですね、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。わずかなんですけども Google さんから頂いている広告収入がこういうレンタルバイクの資金になったりとかして非常に助かっております。ぜひマサチャンネルを助けると思ってよろしくお願いいたします。この後チャンネル紹介動画が流れます。ぜひご覧いただけたらなと思います。それではマサチャンネルこれにてバイナリシャー、こっちに乗っちゃダメだ、こっちだ、シャーバイナリ